はいどうも、キリハです。こちらの動画は多言語の字幕をつけております。下の字幕ボタンを押してお好きな言語でお楽しみください。今後も多言語字幕をつけて動画をアップロードしていきますので、よければ海外でプレイ中の方々もチャンネル登録していただけるとありがたいです。今回は最新版最強キャラティア表ということでやっていきます。最近日本でも新規で始めたという先生も増えてきましたし、海外の方もサービス開始しておりますので、改めて最強キャラのティア表を作ってみました。よければ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、こちらが最強キャラのティア表となっております。日本でしか実装されていないキャラクターもいるんですが、今後このキャラはめちゃくちゃ強いんだなという感じで海外の方は見てください。まず見方としては T0、一番強いキャラクターですね。正直替えが利かない最強のキャラクターになってます。そしてティア1に関しては T0 には劣るんですけども、いないとかなり困る場面が多い最強キャラになってます。そしてティア2に関しましてもかなり強いキャラを集めてます。ただ T1 には劣るかなというところになりますね。順番に説明していきます。まず T0 なんですけども、いおりと響き、もうこちらの2人に関しては初期から実装されているキャラと思えないぐらい最強のキャラクターになってます。海外ではまだ実装されていませんが、エリア14でいおりの新名文字も落ちる場所があります。この2人に関してはサービスが始まって9ヶ月経っている日本のサーバーでも未だに最強となっていますので、海外の方でも持っている方は本当に強いキャラクターになってます。そして小春ですね。もうこの子はですね、工場のキャラで過去ピックアップされたんですけど、その時に引かなかったことを後悔している人が多数いる内容になってます。もうどんな総力戦でも活躍しますし、通常の任務でも本当に隙がないキャラクターになってます。海外の方は実装されたら迷いなく引いた方がいいです。本当に持ってないと困ります。そしてタンクに関しましては相変わらず最強は椿となりますね。そして最強のスペシャルヒーラーであるセリナと小玉、この2人も替えが利かないキャラクターということでめちゃくちゃ人気になってます。未だに最強格の2人ですね。そしてティア1の生徒に行きます。まず星2なんですけど、ムツキをティア1に入れました。総力戦や通常の任務、新しく追加された学園交流会など活躍の場が本当に広いキャラクターになってます。特にセリナのスキルで前に出して地雷を全て当てるという戦法を取れることが分かってから使用者が本当に増えましたよね。海外版も今後の総力戦で必ず使うことになりますので、もうちょっと先の話にはなると思いますが、育てておくことをお勧めします。特に通常の任務でも使えますからね。茜も同じく総力戦で活躍する敵の防御力を下げるサポーターになってます。今現状日本版でも総力戦がメインコンテンツになりつつありますので、総力戦で強いキャラっていうのはやっぱり育てておくに越したことはないですよね。そして順番に春菜は神秘の総力戦、白黒なんかでかなり活躍するようになってます。工場のあずさに関しては爆発の攻撃のタイプで、イエロニムスとか回転ジャーでいないと困るキャラクターですよね。もう本当に強いです。防御力デバフを持っているキャラクターは基本的に絶対強いと思っちゃって良さそうですね。そして限定の水着のあずさに関しましても神秘の攻撃タイプになってまして、防御力デバフまで持ってます。そして旬に関しては戦術対抗戦だったり爆発有利の総力戦でかなり人権キャラになってます。でチェリノは悩んだんですけれども、やっぱりケセド戦でいないと困るっていうのと、今回新しく実装された学園交流会ですね。あちらの方でかなり活躍したので、今回 T1 に入れさせていただきました。カリンも後列から攻撃力を上げるサブスキルを持ってますので安定的に強いキャラクター。水着の真白に関してはスペシャルの枠から強力な神秘の攻撃ができる唯一のキャラクターになってますので、オンリーワンということで T1 に入れてます。戦術対抗戦では大活躍になってますね。そして水着のいおりに関しては爆発の攻撃タイプなんですけれども、相手に対して持続ダメージの付与だったり、範囲は狭いんですけど強力な範囲攻撃ができたりというところで使う場面もかなり多くなってます。あとは水着のヒナに関してはコストもたったの3コストで打てるっていうのと、
範囲も広く5体までの敵を巻き込めるので、本当に強いキャラクターになってます。今紹介している水着のキャラクターは全て限定ガチャのキャラクターになってますので、ガチャで登場した際は迷いなく引きましょう。そしてこちらは工場のキャラクターなんですけども、夏ですね。唯一味方の攻撃力を上げるというスキルを持っているタンクになります。総力戦でも早速使われていましたので、このキャラは持っていないとかなり困ると思います。なので今回 T1 に入れさせていただきました。実際めちゃくちゃ強いです。そしてティア2のキャラクターなんですけども、単純に総力戦や通常コンテンツなどでいないと困るキャラクターを集めております。特にバニーバージョンのネルに関しては数少ない回避型のタンクになりますので、ネルも総力戦回転ジャーで最強のキャラクターになってます。それではティア0のキャラクターの上げた方がいいスキルに関しまして皆さんに説明をしていこうと思います。よりに関しては EX スキルはもうマストで上げましょう。これは最優先で上げていいスキルです。次にサブスキルですね。自分が遮蔽物に隠れていない状態で攻撃力が上がるものになってるんですけども、 EX スキルで移動をしながら3回攻撃をするんですが、その際遮蔽物に隠れていない判定になりますので、単純に火力が上がります。なので EX スキル、サブスキル、この2つをセットで上げていくといいでしょう。それが終わったらノーマルスキルを上げていって、パッシブスキルの命中率アップに関しては、戦術対抗戦などのコンテンツで椿に対して攻撃が当たらなくてイライラしているようでしたら上げましょう。そこまで重要なスキルではありません。響に関しましてはもう全部上げちゃった方がいいんですけれども、最優先としてはこのサブスキルですね。こちらの味方の会心ダメージ率を増加ということで、味方全体の火力を上げることができますので、こちらのスキルはマストで上げるようにしましょう。そして最初はいいんですけど、爆発有利の総力戦が来た時にこの EX スキルは必ず使うことになりますので、今のうちに上げておいてもいいと思います。ただしばらくは貫通有利の総力戦が続くんじゃないかなと思ってますので、優先度は最初の方は高くはありません。ですが日本版ではもうずっとレギュラーで戦ってますので、かなり強いスキルになってます。そして次に EX を上げ始めたら、このパッシブスキルも並行して上げるようにしましょう。響自身の火力をさらに増加してくれます。そして最後にノーマルスキルという順番になるでしょうか。ただし戦術対抗戦でたくさん使うようでしたら、このノーマルスキルは戦術対抗戦でかなり有利になりますので、おすすめになってます。次に椿ですが、 EX スキルは正直あまり上げる理由はありません。ブルーアーカイブというゲームは防御力に関しましてはあまり効果が大きくないので、この EX スキルに関しては優先して上げる必要もありません。同じ理由でパッシブスキルもそこまで上げる理由はないですね。それよりも耐久性に直接関係するこちらのノーマルスキル、 HP が 30% 以下の時に回復をするこちらのスキルです。こちらを優先して上げていくのと、自身がリロードをしている時に単純にダメージ量を減らしてくれるこちらのスキルですね。こちらのノーマルスキルとサブスキル、この2つを優先して上げていきましょう。次に小玉ですが、まずは神秘解放で星を1から3まで上げましょう。かなり神明のかけらを使うことになりますが、こちらは最優先でやっちゃった方がいいです。星3まで上げるとパッシブスキル、サブスキルが解放されます。パッシブスキルはほとんど使わないのでレベル1のままでいいんですけれども、メインはこちらのサブスキル、味方の攻撃力アップ、こちらが一番重要になってます。同様の理由で高倍率に攻撃力を上げられる EX スキル、こちらもかなり重要になってます。小玉に関しては EX スキルとサブスキル、どちらも並行して上げていきましょう。ノーマルスキルとパッシブスキルはそこまで重要度は高くないので、こちらは後回しで大丈夫です。最後にセリナですね。セリナは星1から星2に上げましょう。星3まで上げるメリットとしては、
こちらのサブスキルが解放されるんですけれども、味方の CC 抵抗力、気絶、挑発、恐怖、こちらの抵抗力が上がるものになっているんですが、現状これがあまり脅威になりませんので、このスキルは解放する理由があまり多くないです。なので星2で解放されるこちらのパッシブスキル、回復量の増加ですね。ここは最優先で上げたいので星2まで上げましょう。セリナに関しては EX スキルもたったのコスト2で打てますし、ノーマルスキルでコストを使わずに回復もできますので、最強のヒーラーとなっております。なので EX スキル、ノーマルスキル、パッシブスキルは並行して全て上げるようにしましょう。時期に総力戦ヒエロニムスという敵が出てきます。その際に大活躍するキャラクターというよりは、セリナがいないとどうしようもない敵が出てきますので、それまでに仕上げておきたいです。ヒーラーはしばらくセリナがいれば安泰でしょう。そして最後に唯一のストライカー枠のヒーラーである小春の紹介をします。小春に関しましては、スペシャルのセリナとストライカーの小春、この2大巨頭として最強のヒーラーとなっております。EX スキルは明かりの範囲と同じぐらいの円形範囲の回復、そしてたったのコストが3で打てます。敵に対してはダメージが当たりますので、味方と敵を両方巻き込めれば回復と攻撃どちらも兼任することができるようになってます。そしてノーマルスキルに関しても回復で、味方の HP が 50% 以下になったら自動的に発動してかなり大きい回復をしてくれます。パッシブスキルは攻撃力なんでそこまで優先ではありません。そしてサブスキルは回復量アップということになってますので、 EX スキル、ノーマルスキル、サブスキル、この3つが優先となってます。もし海外でも実装されたら迷いなく引きましょう。本当にいないと困ります。はい、ということでいかがだったでしょうか。最新版のティア表を海外の方向けプラス日本版のおさらいとしてやらせていただきました。未だにいおりと響が最強っていうのもすごいですよね。星1のセリナと小玉が最強っていうのもおそらく皆さんうなずいてくれると思います。また今後も日本版のおさらいを兼ねて海外の方にも役に立つ情報をどんどん出していこうと思います。よければチャンネル登録もいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。